家に戻ってきました。あいにくの雨だったんですけど、行きたかった図書館にも行けて、本も借りれて、ゆっくりとカフェで、3月の振り返りと4月の目標立てもできたので、結構有意義なお出かけになりました。で、借りてきた本が、今回借りてきたのはこの3冊です。金原ひとみさんの踊り場に立ち尽くす君と日比谷で日に焼かれる君という本です。図書館で偶然見つけて、なんかこのタイトルに惹かれて手に取ってみました。調べてみた感じ、朝日新聞で連載されたエッセイとか、そういったものを集めた一冊になっているようです。で、もう一つが松浦弥太郎さんの仕事のためのセンス入門。これもずっと読もうと思ってて、なかなかまだ読み終わってない本もたくさんあるしってちょっと保留にしてたんですけど、図書館で見つけたので、もうこれを機会に読んでみようと思って借りてみました。そして、これが初めての哲学的思考。これはスレッズで紹介している人がいて、その人の本の紹介文がすごくなんか私にピタッときて、それで気になっていて、図書館で探してみたらあったので、ちょっと読んでみようと思って借りた本です。こんな感じの3冊を借りてきました。なんかこの3月になんというか目標を見失っているというか、ちょっと忘れかけているなみたいな瞬間というか期間が私の中にあって、なんか仕事もなんかいつもよりちょっと時間が長くかかったりとか、集中ができてないというか、あとなんかプラスアルファの頑張りの行動をできないみたいな。プラスアルファの行動っていうのは、なんかそのマストでやらなきゃいけない仕事とか家事とか暮らしのトゥードゥとか、そういうことではなくって、これからの未来の理想の自分に近づくためのなんか準備というか行動とかができてないなっていうふうに思う時期があって、でちょっと中だるみっていう感じなんですかね。なんか新年の1月とか2月までぐらいは新年に立てた目標を達成しようっていうモチベーションが残ってて、やる気の炎というかまだ燃えてて頑張れてたんですけど、この3月ぐらいになってスタート地点からちょっと進んできて、スタート地点も見えなくなった位置に来て、かつゴールはまだまだ先、今年の末って考えたら12月までまだまだ先なので、ゴールがで、そうなるとなんかゴールも見えないし、スタート地点も見えないし、なんか今自分がどこを走ってるのかがちょっとわからないというかっていうので、なんかペースがどんどん落ちてくみたいな、どれぐらいのペースで走ったらいいのかわかんないみたいな、そういう状態になってるなっていう感じで、前のペースというか取り戻していきたいなと思って、じゃあそれを取り戻すにあたってどういうことをしていったらいいのかなって自分なりに考えた時に、新しい大きな目標を立てるんじゃなくって、1月に立てた目標とか、これまで積み上げてきたルーティン、そこをもう一度丁寧に、やっていこうかなって。そうすれば多分自分のペースとか、何に向かってやっていたんだっけとかっていうのが多分また見えてくる。でまたペースを戻して2026年走っていこう、そういう風にしていきたいなと思ってます。突然ですが、今から無印良品の購入品をご紹介しようと思います。ちょっとね、忙しさにかまけてなんかいろいろと、日用品で切れてたものとかもあったんですけど、なかなか補充とかできてなくて、ちゃんと
で無印良品週間もあったので、このタイミングでちょっと無印でいろいろとお買い物してきたので、愛用品、今使ってる愛用品も含めて、新しく買ったものも含めて、買ったものを紹介していこうと思います。なんかこういう日用品の買い出し、補充して整えるってだけでもなんか暮らしがちゃんと整った感じがして、そんなちょっとしたことも私の中で結構エンジンになるので、こういう風にモチベ下がってる時とかは本当にちっちゃな家の中とか自分の中のちょっと乱れてるなとか、放置してたなっていうところを整えるようにしていくと、私的にはなんかちょっと気持ちが上がってくるっていう感じがあります。一つ目がきなりのカットコットンです。私朝拭き取り洗顔することがあって、その時にコットンをよく使うので、無印で、大容量タイプのものを買ってます。ここで真ん中で切れてるんですけど、1枚のサイズが大きいので、これでフェイスパックするのもおすすめです。頬が全体が隠れるぐらいのサイズがあるので。これは、掃除用のスポンジですね。これもリピート品ですね。お風呂掃除に無印のスポンジを使ってます。この後ろのウレタンフォームの部分が結構使いやすいというか。そして、これは発酵導入化粧液。これは前回の動画でも、紹介したんですけど、ハンドモデルのちえさんという方がご紹介している手と爪の、お手入れ方法にこの無印の発酵導入化粧液っていうのを、使われていて、私もその手のお手入れ方法を真似していて、導入化粧液を使ってるんですね。でもうそろそろなくなりそうだったので、詰め替え用を購入してきました。でこれが、マカダミアナッツオイルです。これもちえさんのご紹介されているハンドケアのアイテムの一つで、今まで私スイートアーモンドオイルを使ってたんですけど、っていうのも一時期このマカダミアナッツオイルが品切れしていて、今回マカダミアナッツオイルを買ってきたので、これからはこっちのオイルでハンドケアをしていこうと思います。ボディネット、体を洗うスポンジですね。これもリピート品で、泡立ちがすごいいいので、私も夫もすごく気に入って使ってます。一つ欠点ではないんですけど、私たちの使い方がちょっともしかしたら悪いかもしれないんですけど、結構すぐこの結び目というのかながほどけちゃう感じがあって、ちょっとダラダラっと紐というのかな、このクッション部分が一部出てきちゃったりとかはしやすいんですけど、やっぱり泡立ちがいいっていうところがすごく気に入っていて、リピートしちゃうアイテムの一つですね。もしこれも泡立ちよくて長持ちするよとか、そういうおすすめのボディタオルとかスポンジとかあったらぜひ教えてほしいです。これは今回初めて買ったんですけど、肌の天然水全身用ミストというものを今回買ってみました。これはお風呂に入った後、上がる前にちょっと保湿用に使ってみたいなと思って、でお店でテスターを使ってみた時に、このスプレーっていうんですかね、これが結構細かい、ミストが出てきて、びしゃびしゃにならなくって本当に細かい粒子で出てきたので、それが結構いいなと思って、やっぱり多分油分とかはそんなに入ってないんだと思うので、このミストした後オイルで蓋をするみたいなことをした方がよりしっとりというか保湿が長続きするかなっていう印象はあります。こちらお風呂用の泡クリーナーですね。これもリピート品です。空想とかがキュキュッと綺麗になるので結構気に入って今回もリピートしました。あとボトルのデザインが結構シンプルなのでインテリアの邪魔にならないし、なんか他のアイテムと並んだ時にもごちゃごちゃしないっていうのが結構気に入っているポイントですね。
これはアルカリ電解水、掃除用の水でできたクリーナーなんですけど、これもリピート品です。これはキッチン周りとかでよく使っていて、例えばレンジの中とか高濃度のアルコールが NG な部分とかっていうのをこのアルカリ電解水を使ってお掃除したりしています。こちらは初めて買ってみました。植物発酵液ヘッドスクラブのラベンダーの香りです。最近結構暖かくなってきて、なんかやっぱり朝ウォーキングしてる時とかもう汗をじんわりかくような季節になってきて、で頭皮もやっぱりちょっと蒸れやすくなる時期かなっていうのを感じてきて、でそろそろやっぱり頭皮ケアももう少しすっきりしたものに切り替えていきたいなと思って探してたんです。 SNS の口コミでいいよっていうのを見たので、ちょっと今回買ってみました。香りは他にもいろいろ種類があったんですけど、私は結構ラベンダーが好きなのでラベンダーの香りをチョイスしました。洗顔用の泡立てネットですね。私今までちゃんとしたものを持ってなくて手で一生懸命泡立てたりしてたんですけど、やっぱりあった方がクリーミーな泡を作れるかなと思って、結構安かったですし無印良品週間ということで、今回ついに買いました。であとはフード類なんですけど、1つ目が桜グリーンティー。桜餅のような香りの緑茶ということで、私桜餅が結構好きで、香りがこのお茶もちょっと飲んでみたいなと思って今回買ってみました。もう一つがこちらも、桜なんですけど、桜のスコーン。これもちょっと見た目のピンクに惹かれて買ってしまいました。これも桜の香りと、ほのかな塩味、桜の塩漬けですかねを使ってるのかな、そういう美味しそうなおやつも買ってしまいました。今回の無印良品購入品紹介でした。
きます。네가 여기다 한 걸 보면 뒤에서 수작질 그만해. 선배가 자꾸 이러니까 진짜로 나 겁내는 것 같아. 내가 그렇게 무서워요?顔満開うまいよねまたやろうと。僕もね、なんだかんだであのカレー好きなんだよ美味しいよね、スパイスカレーね。しかもなんか大きいカブも入れました。ボリューム。そうなの。主食になる。